こんなしょぼい式飲まないとやってられないわよ。日頃から私を見下していた義士は、私の結婚式でも暴言を吐き、ワインをガブ飲みしていた。さつきさん、ちょっと飲みすぎじゃないですか？うるさいわね。あんたみたいな工場勤務の底辺が私に指図するんじゃないわよ。心配して声をかける夫に逆ギレしたさつきさんは、テーブルにあったグラスのワインを夫にぶっかけた。すみません。今タオルを。兄が慌てて謝罪しても、義士はどこ吹く風。ちょっとあなた、こんな底辺にヘコヘコするんじゃないわよ。ここにいる奴らは、あなたのようなトップの人間が頭を下げるような人種じゃないのよ。さっきから何を言ってるんだ？お前、まさか知らないのか？知らないって何をよ。この人はな。兄が夫の本当の仕事を伝えると、義士は一気に酔いが覚め、真っ青になりだした。私は佳代子。3歳違いの兄の達彦とは、特に兄弟喧嘩をした記憶もないくらい仲がいい。優しくて何でもできてかっこいい兄は、小さい頃から私の自慢だった。兄は優秀なまま大学を卒業して一流企業に入り、数年前に結婚して家を出て行った。兄の結婚相手はさつきさんという美人の女性だった。兄の2歳下のさつきさんは私と年も近く、美人の姉ができて私も嬉しかった。兄も私とさつきさんに仲良くなってほしいと思っていたようで、3人で食事をしようとおしゃれなレストランに私を誘ってくれた。お兄ちゃん、普段からこんな素敵なお店でご飯食べてるの？立派な店に思わず感心して言うと、兄は少し照れながら答えた。いや、いつもはもっと気軽に入れる店を選んでるよ。今日は3人で初めての食事だから特別にな。ここは接待でよく使うところなんだ。さつきさんも笑いながら言う。達彦の会社のお客さんは一流だから、お店もある程度しっかりしたところにしないと失礼だものね。そういうものなんですね。兄とは違ってさほど有名でもない会社にようやく就職できた私には考えられない世界だった。レストランは見た目だけでなく、料理もお酒もとても美味しくて、私たちは楽しい時を過ごした。そして兄が会計をしてレストランを後にしようとした時、お兄ちゃん、今日は誘ってくれてありがとう。すっごく美味しかった。ごちそうさま。え？私の言葉にさつきさんが目を見開いた。ごちそうさまって、佳代子さん、まさか達彦におごらせるつもり？結婚前に兄と出かけると、兄は決して私にお金を出させようとはしなかった。ついその癖で、今日も兄に甘えてしまっていたことを私は反省した。ごめんお兄ちゃん。そうだよね。もう結婚したんだもんね。私も払うよ。兄は慌てて答えた。何言ってるんだよ。佳代子はそんなの気にしないでいいって。今日だって俺の方から誘ったんだから、佳代子に払わせるつもりなんてなかったよ。でも、ちらっとさつきさんを見ると、さつきさんは私の方を睨んでいる。佳代子さん、達彦はもう家庭を持っているの。今まではどうだったか知らないけど、これからは妹だからって、達彦にお金をたかるのはやめてくれるかしら。ごめんなさい。戸惑う兄に無理やりお金を払ってその場は別れたが、それからなんとなく、さつきさんとは気まずい空気になってしまった。兄もそれを察したのか、それ以来、3人で食事をしようと誘うことはなくなった。私はそれから義士との関係を挽回しようと、さつきさんに何かと気を使うようにしたが、
彼女はあからさまに私を見下すようになっていった。兄とさつきさんが実家に遊びに来た時も、さつきさんは私が一人でいる時を見計らって、私に向かって失礼な物言いをしてくる。あ、さつきさんいらっしゃい。今日はお兄ちゃんとさつきさんが来るって聞いたので、私も母と夕飯を作ったんです。へえ、まあ、かよこさんの料理なんてあんまり期待できないけど、どうせいつもは家族に頼りっぱなしなんでしょ？いえ、最近は花嫁修行も兼ねて母から料理を教わるようにしてるんです。私が言うと、さつきさんは鼻で笑った。花嫁修行？そんなのするだけ無駄じゃないの？かよこさんの勤めているような三流の会社じゃ、そんなことする価値もない人ばかりでしょ？相手どうこうじゃなく、結婚する人には美味しいご飯を食べてほしいので。あ、もしかして、いざとなったら達彦の会社の人を紹介してもらおうとか思ってる？やめてよね。さつきはうんざりした様子で続けた。かよこさんみたいな平凡で地味なルックスの人が出しゃばると、達彦の格が下がるのよ。私みたいに大学のミスコン候補に上がるくらいのルックスレベルの高い人間じゃないと、達彦クラスには釣り合わないの。まったく、兄弟でもこんなに格が違うなんて問題よね。さつきさんは一方的に私をディスると、すっきりした顔で私のそばを離れていった。それからも会うたびにさつきさんは、兄と私がいかに差があるかとか、私のような妹は兄の恥であるとか、私に対してひどい言葉を浴びせ続けた。そんな態度を見せるのは、私と二人っきりになった時だったので、兄も両親も、さつきさんが陰で私に暴言を吐いていることには、全く気づいていないようだった。達彦もあんなに綺麗で上品な娘さんをよく見つけたわね。まあね、俺にはもったいないくらいの奥さんだよ。さつきさんをベタ褒めしている母や兄たちに泣きつくことは私にはできなかった。私は次第にさつきさんと距離を置くようになった。そしてそれから数年が過ぎ、私にもようやく結婚したいと思える相手が現れた。それが龍二。私よりも6歳上の龍二は、どことなく兄に似た雰囲気の男性で、頼りがいのある人だった。結婚に向けての話はトントン拍子に進み、お互いの家族にも紹介することにする。さつきさんに紹介するのは少し不安ではあったが、兄には両親と同じタイミングで龍二を紹介したかったので、実家に顔合わせに行くときには兄夫婦も来てもらうように電話でお願いした。さつきさん、お久しぶりです。どうしたの？かよこさんから電話してくるなんて珍しいわね。実は私、今度結婚することになったんです。今週末、実家に相手の人を呼んで家族に紹介したいと思っているので、さつきさんとお兄ちゃんにもぜひ来てほしくて。今週末？私、その日同窓会なのよね。あ、そうなんですか。かよこさんの相手なんて大したことなさそうだけど、このチャンスを逃したらかよこさんもいつ結婚できるかわかんないもんね。かよこさんが結婚後苦労しようが、私には関係ないから好きにしたら？私は結婚式の時にじっくり相手の顔を拝ませてもらうわ。期待はしてないけど。わかりました。その時ばかりは、さつきさんの失礼な物言いに頭に来るよりも、彼女が顔合わせに出席しないという安堵の方が大きかった。さつきさんがいない顔合わせは、終始和やかな雰囲気の中終わった。両親も兄も、龍二のことを大層気に入ってくれて、私も安心して結婚式の準備を進めることができた。さつきさんは宣言通り、その後も龍二に会おうとはせず、結婚式当日を迎えることになる。私と龍二が控室で準備していると、いち早くさつきさんがやってきた。ずいぶん奮発したものね。
かよこさんにはこんな大きい式場似合わないんじゃない？リュウジの招待客が多くなってしまったので。私の答えはろくに聞かずに、さつきさんはリュウジの前に進む。あなたがリュウジさんね。ずいぶん年上なんですって？リュウジはにこやかにさつきさんに答えた。ええ、今年で35になりました。30半ばまで一人でいたなんてずいぶんモテなかったのね。何か問題があるのかしら。初対面のリュウジにまで失礼なことを言い出すさつきさんを止めようとする私をリュウジは笑って制した。まあ、工場にいるとなかなか女性と出会う機会がなくて。工場？リュウジの言葉にさつきさんが反応する。リュウジさんって工場勤務なの？そんな底辺なら結婚もできなくて当然ね。さつきさん、そんな言い方。私は思わず口を挟むと、さつきさんは愉快そうに私に言う。かよこさんもよくこんな人を結婚相手に選んだわね。年だけ取って大した仕事もしてない人なんかと一緒になったら苦労するのが目に見えてるじゃない。結婚するならちょっとは相手の年収とか気にしたらどう？とても結婚式直前の新郎新婦にかける言葉とは思えない。私はムッとしながら答えた。私はリュウジさんの人柄を尊敬して結婚したいと思ったんです。収入は関係ありません。はっ、負け惜しみもいいところね。高望みしたってかよこさんのスペックじゃ相手には選んでもらえないものね。底辺同士お似合いよ。おめでとう。さつきさんは馬鹿にするように私たちにおざなりな祝福の言葉を投げかけ控室を出て行った。この時点で私は腹渡が煮えくり返る思いだったが、どうにかリュウジになだめられ式の準備を続けた。式の後の披露宴が始まってからも、さつきさんは大声で、料理がまずい。招待客もみんなパッとしない。と文句ばかりを言ってワインをガブ飲みしていた。おいさつき、飲みすぎじゃないか？それにあんまり失礼なこと言うなよ。注意する兄の言葉も酔っ払ったさつきさんの耳には入っていないようだった。こんなしょぼい式飲まないとやってられないわよ。ワインのセンスもないけど、酔っ払うにはちょうどいいわ。ボトルおかわり、早く持ってきなさいよ。我が物顔でスタッフに指示するさつきさんに、周りは完全に引いていた。式が進み、私とリュウジが各テーブルに挨拶に回る頃には、さつきさんは完全に出来上がっていた。リュウジが心配そうに声をかける。さつきさん、ちょっと飲みすぎじゃないですか？は？あんたたちがつまんない式するからでしょ？私が場を盛り上げてやってるのがわかんないの？でも、さすがにワインはもうやめた方がいいですよ。うるさいわね。あんたみたいな工場勤務の底辺が私に指図するんじゃないわよ。逆ギレしたさつきさんはテーブルにあったグラスのワインをリュウジにぶっかけた。さつきさん、なんてことするんですか？周りが慌てる中、さつきさんは高笑いしている。工場勤務の男に真っ白なタキシードなんて似合わないのよ。いつも油まみれで汚い格好をしてるんだから、ワイン汚れなんかどうってことないでしょ？隣にいる兄は青ざめている。すみません、リュウジさん。今タオルを。へこへこする兄を見て、さつきさんは声を荒げた。ちょっと達彦、こんな底辺にへこへこするんじゃないわよ。ここにいる奴らはあなたのようなトップの人間が頭を下げるような人種じゃないでしょ？さっきから何を言ってるんだ？お前、まさか知らないのか？兄はたまらずさつきさんを怒鳴りつけた。さつきさんはきょとんとしている。知らないって何をよ。リュウジさんはうちの会社の一番のお得意先の社長だぞ。は？
何言ってるのよ。この人は工場で仕事してるって言ってたわよ。龍二さんは現場を大事にすることで有名なんだよ。トップに立つ者は現場のことも知るべきだって言って、しょっちゅう工場を視察しては現場の改善案を出して会社を大きくしてきたんだ。まさか、嘘でしょ？ようやく状況を理解したさつきさんは、一気に酔いが覚めたようだった。兄は深々と龍二に頭を下げる。龍二さん、妻が無礼を重ねて本当に申し訳ありません。いや、まあ、さつきさんもだいぶ酔われていたみたいなので、気にしないでいいですよ。龍二はスタッフに汚れたタキシードを渡しながら穏やかに答えた。なんて大人な人なのだろう、と、私は改めて夫に見とれてしまう。さつきさんもほっとしたのか、さっきまでとコロッと態度を変えて、龍二に話しかける。さすが社長ともなると器が大きいですわね。私も今日は少し飲みすぎてしまいましたが、これからは家族として仲良くやっていきましょうね。その変わり身の速さに、その場の人間は唖然としている。それに、さつきさんはすべてお酒のせいにするつもりらしいが、お酒を一滴も飲んでいないはずの控え室でも散々暴言を吐いていたことを私は忘れてはいない。そのことには触れずに、さつきさんを許そうとする龍二は心が広すぎる。私がすべてぶちまけてしまおうとした瞬間、兄が声を荒げた。いい加減にしろ。達彦、どうしたのよ。お前の言動が最悪すぎるって言ってるんだよ。ちょっと、なんであなたがキレてるの？意味わかんない。龍二さんは許してくれたじゃない。龍二さんが許しても、俺が許さない。お前にはもううんざりなんだよ。待ってよ。うんざりってどういうこと？私みたいな美人妻が横にいたら、あなたも鼻が高いでしょ？今までもお前の悪い噂は周りから聞いていたんだ。でもお前は俺や両親の前では清楚な態度でいたから、周りが大げさに言っているだけだと思ってた。でも今日一日お前を見ていてはっきりした。周りの評価が正しかったってね。誰に何を吹き込まれたのよ。わかった。かよこさんね。さつきさんは私をすごい形相で睨んだ。あんたが達彦にチクったんでしょ？結婚するんだからいい加減兄にまとわりつくのはやめなさいよ、このブラコンが。兄はさつきさんを冷たい目で見ながら言った。かよこは何も言ってないよ。俺が控え室でのお前の発言を聞いていたんだ。兄はさつきさんを迎えに控え室まで来た時に、私と龍二に暴言を吐くさつきさんの言葉をドア越しに聞いていたらしい。それに加えて、披露宴中のさつきさんの態度で、さつきさんが普段から私や周りの人にひどい言葉を投げつけては、マウントを取っていることを確信したようだ。お前みたいに他人を見下して相手を傷つける人間は心から軽蔑する。そんな相手とは知らずにずーっと結婚生活を続けていたことが悔やまれるよ。待ってよ。まるで結婚生活がこれで終わりみたいな言い方しないで。終わりだ。これ以上お前と夫婦でいることは自分にとってマイナスでしかない。今までもお前を妻に選んだことで俺の評価がだいぶ下がっていたんだろうって今気づいたよ。いやよ、別れない。あなたと離婚したら私の優雅なセレブ生活はどうなるの？泣いてすがるさつきさんを兄は一周した。どうせ俺のことも結婚相手として条件がいい相手としか思っていなかったんだろ。俺は見た目やスペックじゃなく自分自身を好きになってくれる相手としかこの先一緒にいる気はないから。いくらミスコン候補でも中身が最悪な妻とは一緒にいたくないんだよ。そんな。可愛い妹の結婚式をぶち壊さないように離婚の話は式が終わってから切り出そうと思っていた。でもお前はそんな俺の気も知らずに大事な妹や龍二さんを侮辱し結婚式をめちゃくちゃにした。そんなお前とはこの先一秒たりとも夫婦でいたくない。
兄はさつきさんを式場から追い出して招待客に謝った。さつきさんの態度にうんざりしていた招待客たちは、妻にきっぱりと離婚を切り出した兄に拍手喝采だった。龍二も式場が用意してくれた新しいタキシードに着替え、式は幸せな雰囲気のまま終わった。兄はその日のうちに役所に離婚届を取りに行き、先に帰っていたさつきさんに離婚届を突きつけて家を追い出した。さつきさんがいくらすがろうが、兄の気持ちは変わらなかった。知り合いの弁護士にも協力してもらい、どうにかさつきさんに離婚を承諾させ、兄は晴れて独り身になった。家を追い出され、兄の収入も失ったさつきさんは、今までの贅沢な暮らしを変えようとしなかったので、財産分与分のお金はあっという間になくなった。新卒でいい会社に入れたので、きっとお金がなくなったらすぐに働けばいいと思っていたのだろう。しかし、再就職先を探し始めたさつきさんは、すぐに自分の考えが甘かったことを知る。大手企業に面接を希望したさつきさんは、書類選考の時点で全て不採用となった。それもそのはず。彼女が希望するような大手会社は、龍二の会社とも接点があることが多く、その役員も私たちの結婚式に招待されていたのだ。結婚式でのあの騒動を起こした張本人を採用しようと思うはずがない。大手企業が無理だと悟ったさつきさんは、あんなに馬鹿にしていた工場勤務に仕方なく応募するが、そこでも採用されることはなかった。追い詰められたさつきさんは、採用担当に食ってかかったらしい。どうして面接すらさせてくれないんですか？私は学歴だって、以前いた会社だって一流なんですよ。不足はないはずです。就職担当はしつこいさつきさんに根負けして、ついポロッと口にした。だって君、あの迷惑動画の人だろ？え？私も後から知ったことだが、私たちの式の招待客の一人が、さつきさんの暴言と龍二にワインをかけるところを動画に撮って SNS に投稿していたらしい。その動画が実は迷惑動画としてバズっていた。非常識すぎる行動が炎上し、本名もさらされ、採用担当者がさつきさんの名前で検索をかけると、真っ先にその動画が見つかってしまうようだった。さつきさんが就職先を見つけるのは、もう不可能に近かった。お金を使い果たし、仕事もないさつきさんは、ホームレス同然で路頭に迷っているらしい。私はあれから龍二と平和な新婚生活を送っている。兄は未だに独身だが、私と龍二と3人で出かけることも多く、さほど寂しい気持ちは出していなかった。でも、いつか兄にもいい人が現れたら全力で応援しよう。そう胸に誓った。